新しい薬ってどうやって作られるか考えたことありますか？実はですね、今その開発プロセスをもう根っこから覆すようなすごいソフトウェアがあるんですよ。それがグロマックス。今回はこのいわばスーパーコンピューターの頭脳がどうやって医療の未来を変えようとしているのか、その核心に迫っていきたいと思います。今回はこんな流れで進めていきます。まずは、創薬が直面している大きな壁の話から始めて、そこに GMAX がどう立ち向かうのか、そしてその先にある精密医療の未来まで、この5つのステップでじっくり見ていきましょう。では最初のテーマです。そもそも、たった一つの新しい薬を見つけ出すって、どうしてこんなにも大変な挑戦なんでしょうか？まずはその背景から探っていきましょう。その答えにたどり着くために、まずはこのシンプルな問いから始めたいと思います。新しい薬って一体どうやって僕たちのところに届くんでしょうか？これまでの創薬って、はっきり言って、まるで広大な砂漠でたった一つの宝物を探すようなものだったんです。何万、いや何十万っていう候補の中からたった一つの当たりを偶然見つけ出すしかない、本当に途方もない時間と労力がかかる、気が遠くなるような作業だったわけです。でもそんな暗闇の中を手探りで進むような時代に終わりを告げるゲームチェンジャーが現れたんです。それこそが今回の主役グロマックスなんですね。じゃあ G ロマックスって何かというと、コンピューターの中に作られたミクロな人体みたいなものなんです。薬の分子が僕たちの体の中にあるターゲットのタンパク質とどうやって出会ってどう作用するのか、その全部を原子レベルでシミュレーションしてくれる優れものなんですよ。で、ここで注目してほしいのが、グロマックスって決して止まってないってことなんです。ほら、見てください。こんなに頻繁にアップデートが計画されてて、開発者のコミュニティもすごく活発に動いてる。これって、このツールが世界中の研究者から信頼されて頼りにされてるっていう何よりの証拠ですよね。じゃあ、グロマックスは一体何を変えたんでしょうか？その答えは、分子の世界を見る視点そのものに革命を起こした点にあるんです。これまで静止画でしか見られなかった世界を動画として捉えられるようにした。これが大きいんです。これまでの技術だと分子の姿を捉えることはできても、それってあくまで一瞬を切り取った写真でしかなかったんですね。これじゃあ、その分子が実際にどう動いて、どうやって機能するのか、その本当の姿っていうのはなかなかわからないわけです。ここが最大のブレイクスルーなんです。グロマックスが見せてくれるのは静止画じゃない、動画なんですよ。例えるなら、鍵が鍵穴にカチッてはまる、その瞬間をスローモーションで見るみたいに、薬がターゲットにくっつくまでの全プロセスを連続した動きとして観察できるんです。この動きを見るっていう力こそが全てを変えた革命だったんですね。その精度はもう信じられないレベルです。1兆分の1秒、ピコ秒っていう僕たちの想像をはるかに超える時間の中で原子一つ一つの動きを追いかけるんです。これによって薬が効き始めるまでの完全な物語を最初から最後まで解き明かせるようになったというわけです。さて、この驚異的な動画を見る力、これが創薬の現場をどうやってスーパーチャージするんでしょうか？そのスピードとパワー、そして精度について見ていきましょう。まさにこの言葉が全てを物語ってると思います。グロマックスがもたらしたスピードっていうのは、単に効率が良くなったっていう話じゃないんです。それは、これまで研究者たちが夢見るしかなかった領域への扉を開く革命的な飛躍だったということなんですね。じゃあ具体的にどれくらい速いのか。これが驚きなんですけど、他のシミュレーションソフトと比べてなんと最大で10倍も速い。これってもう自転車とジェット機くらいの差があるって言っても大げさじゃないですよね。このグラフを見ればもう一目瞭然ですよね。言葉はいらないと思います。グロマックスのパフォーマンスは他のシミュレーターを文字通り圧倒してるんです。この桁違いのパワーが研究のスケールそのものを変えちゃうわけです。このスピードがもたらす恩恵っていうのは本当に計り知れないんです。今までだったら数ヶ月もかかってた計算がほんの数日で終わってしまう。これってつまり研究者が失敗を恐れずにもっとたくさんの
もっと大胆なアイディアを試せるようになったってことなんですよね。グロマックスはまさに究極のバーチャル試験場と言えます。その薬が本当に効くのか、そして安全なのか、その運命を分けるこの3つの大事なテストをコンピューターの中で全部できちゃうんです。具体的にはこんな感じです。まず1つ目、薬はターゲットにちゃんと、そして強くくっつくのか。次に2つ目、ウイルスとかがん細胞が変化しても薬は効き続けるのか。つまり耐性の問題ですね。そして3つ目、副作用の原因になるような意図しない場所にくっついたりはしないか。この3つの問いにものすごく高い精度で答えが出せる。だから失敗のリスクを劇的に減らして、より安全で効果的な薬の設計図を描けるようになったんです。さあ、いよいよ最後のセクションです。ここではグロマックスが AI っていう、最強のパートナーを得て、どうやって精密医療っていう新しい時代の扉を開こうとしているのか、その最前線に迫ります。ここでまさにすごい化学反応が起きてるんです。AI が驚異的な精度で、これがタンパク質の完璧な設計図だって予測してくる。それに対してグロマックスが、なるほど、じゃあその設計図通りに本当にちゃんと動くのかってシミュレーションで徹底的に検証する。この予測と検証っていう最強のタッグが創薬のスピードをもう異次元のレベルに引き上げてるんです。この技術革新のおかげで可能になったことの一つが、アルツハイマー病のようなこれまで非常に難しかった病気への挑戦です。原因とされている巨大なタンパク質がどう異常な動きをしているのか、今まで誰も見ることができなかったその様子をシミュレートできるようになったんです。これは治療法を開発する上で本当に大きな記号の光ですよね。まさにグロマックスは未知の海を航海する研究者たちにとっての羅針盤みたいな存在なんです。こっちに行けば何か発展があるかもしれないっていう仮説を、いや、この先には間違いなく答えがあるっていう確信に変えてくれる。この確かな道しるべがあるからこそ、研究者たちは迷わず前に進めるわけです。結局のところ、僕たちが挑んでいるのは、生命の一番小さな単位である原子の世界を理解することなんですよね。そして、この言葉が言うように、それこそが生命そのものを理解するってことにつながっていくんです。グロマックスは僕たちに見えなかったものを見る力を与えてくれました。この新しい目でミクロの世界を覗き込んだとき、僕たちは次に一体どんな病を克服するんでしょうか。その答えは今まさに世界中の研究室で生まれようとしています。未来は僕たちの想像をきっと超えて大きく動き出しているんです。